皆さんこんにちは。歌舞伎 YouTuber の電脳和風です。今日は6月歌舞伎座初日に来ました。菊五郎さん、菊之助さんの襲名披露ということでにぎわってます。今月、一幕見席も8つの部に分かれてます。時代物、世話物、荒事、踊りと非常に多岐にわたってるんで、なかなかランキングどうなるか楽しみです。また本音のランキングをお届けします。それでは6月歌舞伎座初日行ってみましょう。それでは恒例のランキングを発表します。いや、今月も激戦でみんな味わい芸風が違いますし、とても難しいです。どれを見てもおすすめできます。私のランキングですけども、3つの観点で、ランキングつけてます。1つ目、私のドーパミンが上がったか、ドキドキワクワク感動したか。そして2つ目、私がもう一度見たいか。そして3つ目、歌舞伎初心者の方に広く見せたいかどうかと、お勧めできるかどうかという観点です。あくまでも一幕見席を見る参考としてください。いや、ここからは本当に激戦で、あくまでも本当に僅差です。第4位は芝浜の革財布です。今芝浜が終わりました。いやー、不思議な余韻、温かさがある、味わいのある芝浜でした。これもともと6代目の菊五郎さんが始めたこの落語を元にした歌舞伎だそうです。実は筋書きの過去の情報を見ると、7代目の菊五郎さん7回もやってるんですね。ずっとやってます。そして今回松緑さんが初役ですけども、芝浜の主役をやりました。魚屋の政五郎ということで、いやー、良かったですね。なんというか、昭和を通り越して、もちろん江戸の世界ですけど、こんなに温かいヒューマンな世界があるのかという感じでした。落語のあらすじは、浜で財布を拾った魚屋さんがどんちゃん騒ぎをそのお金を使ってする。でも奥さんがそのお金を隠して、あなたのを見たのは夢だと、拾ったのは夢を見たんだという。そして奥さんは大家さんに相談して、で大家さんはお上に届ける。お金が1年後に帰ってくる。でも奥さん渡さない。そして3年後の正月に真面目になった魚屋の旦那に実は本当のことを話す。あれは夢じゃなくて本当だったんだよと。落語はそこでお酒をじゃあまた飲もうとするんですけども、いや、夢になっちゃいけねえという言葉で終わるんですけど、今回その最後のところはちょっと話さないことにします。ぜひ歌舞伎座で見て楽しみにしてください。今の8代目の菊五郎さんの芸風とは違いますけども、確かに7代目さんはこういう味わい持ってました。確かに今だとこういう江戸の職人さん、江戸の庶民の役が味わい深くできるの、確かに勘三郎さんがいない中、勘九郎さんだと少し固く真面目になりすぎるかもしれないし、ということで松緑さんとても合ってました。そして女房役の万寿さんがいい。万寿さんのこの枯れた味わいでも話す時にふっとした間を作ります。女房のお立つ万寿さん、ものすごくいい演技だと思います。途中、男5人の宴会の中でドドイツが出てきたりと、本当に落語だけだともしかすると江戸時代をみんな思い浮かべるとき別のイメージを思い浮かべるかもしれませんけども、今回歌舞伎ということで
よく知ってる落語がビビッドに描かれました。最初本当に真っ暗な中からクシュンと松緑さんがくしゃみをして浜のシーンから始まる。とても良かったです。途中女房のお達が大家さんにダメンズな旦那、酒飲みの旦那の苦労を察してくださいというのもなんとなくちょっと勘三郎さんっぽかったですね。察してくださいというのは。で、亭主と女房は一心同体なんていう、女性を喜ばせる言葉も出てきます。本当に松竹らしく寅さんの世界という気もします。そして3年後に真面目になった政五郎が立派な魚屋で、そして、年末に、お金を取り立てに行く。でもみんな自然に払ってくれるということで、無理に笑いを取ろうとしてないのがこの劇のいいところだと思います。一箇所だけ正月にを迎えるにあたって家を手伝ってくれてるおきみちゃんに、お年玉を渡して、お蕎麦屋の羽子板でも買ってくれというところが、唯一でしょうか。最近やっぱり無理に笑いを取ろうとする風潮もあるんですけども、全部自然体でよかったです。不思議な、歌舞伎でした。以上、落語を元にした、7代目菊五郎さんが何度も演じた芝浜でした。第3位は元禄花見踊りです。今最初の演目元禄花見踊りが終わりました。右近さん最初から来ましたね。素晴らしい歌舞伎の祖、奥に色っぽく艶っぽく、そして後期に右近さんしか出せない味わいを見せてくれました。素晴らしい。そもそも劇場に入ると、ティファニーのこの祝い幕がかかってます。そこに菊、音羽屋の菊が描かれていて心が上がります。最初元禄花見踊り気をつけなくちゃいけないのは、始まってから1分ぐらい場内真っ暗になります。ということで、ぜひ皆さん遅刻をしないで入ってください。そしてその暗闇からパーッと明るくなった時、上野の山、桜満開です。私たちも花見のできるこの上野の山の様子です。その江戸時代の元禄期を描いてる。そこに全部で20名のこの長唄の方たち、歌、三味線、そして、鳴り物、太鼓等の方々が並びます。豪華です。そこに男3名、女3名のこの元禄の者たちが現れます。左近さんとか莟玉さんがやってます。そして右近さん演じるお国、そして名古屋三座を演じる隼人さんが出てきます。全体的にゆったりとした踊り、優雅な踊りをみんなで見せます。この音楽と踊りにうっとりするという豪華な時間を味わってください。途中若者たちの元禄の男と女の踊りの中では、オレンジの莟玉さんが可愛かったかなと思います。少し嬉しそうに微笑みながらの踊り、ぜひオレンジの莟玉さんを見てください。そして扇を使ったり、または紐を使ったり、いろいろ工夫された踊りをお国の右近さん、そして名古屋三座の隼人さんが繰り広げます。この隼人さんの、自分を押し出しすぎない、ある意味右近さんを立てるような、隼人さんのこのある意味自分の存在を少し消しているようなところも、この舞台全体のバランスとしては良かったと思います。右近さんのお国が隼人さんの三座に
手を引かれた瞬間に右近さんふっと微笑みます。そういうとこいいんで、ぜひオペラグラスで、右近さんの表情、右近さんの全体を見てみてください。そして思い暮らして映すなるというところから、ここから右近さんの、ディーバのような、女王のような美しさ、高貴さ、でもそこに愚かなギリギリの色気があるというところが際立ちます。表情は、少し柔らかい玉三郎さんという感じもします。そして、最後は、もう一段となって華やかに終わりました。柔らかかった表情の右近さんが最後だけ少しふっと、クールな表情になって、そしてまた、微笑みに戻る。いやー、菩薩のようでもあります。本当にこの歌舞伎を始めたお国、女性のお国が男装して始めたというところもありますけども、今のこのダイバーシティな世の中、女性が男性を演じるという意味では、宝塚的なところもあったんでしょうか。でも確かにこのみんなを魅了するというのが分かります。旅にも注目してください。白の旅とは違ってオレンジ、そして水色、そして右近さん、隼人さんは紫の高貴な旅を履いてました。そんなところにもまさに楽しめる本当に豪華な元禄花見踊りでした。右近さん、ちょっと先月の寿式三馬荘の時は、これはちょっと元気がないんじゃないかなというふうにちょっと心配にもなったんですけども、やはり一人でこの主役を張ると右近さんいいですね。以上、元禄花見踊りのレポートでした。第2位は歌舞伎18番しばらくです。今しばらく変わりました。いやー、もう安定の團十郎さんのもうガンダムショーという感じでした。モビルスーツを着たこのしばらくの團十郎さん、大きい刀を振り回し、そしてやっとこ取っちゃうんとこなと言って悪者を成敗して帰っていきました。しばらくという團十郎さんのビームのような声、そして目力を使ったすごい東京オリンピックでも見られた演技でした。舞台が開くと、これは私の住んでる鎌倉の鶴岡八幡宮が現れる。そこに悪の総大将清原の竹平、これを芝翫さんがやってますが、これは梅玉さんの演じる鴨の次郎義経一派を成敗しようとすると。義経が、これは短大の院という院と雷丸を紛失したと。でその責任を取って成敗しようとする。いや本当舞台上にものすごい人数が並んでる。しかも結構化粧の濃い人もいるので誰か分かんないというところを探る楽しみもあります。相撲取りのようなブクブクの荒出しというこの赤っ面、そして赤い腹の役者たち、実はおめぞうさん、そして途中からは右團次さんもそれに加わります。なかなか誰が誰か分かんないと、それを当てる楽しみもあります。この腹出しはおめぞうさん、歌唱さん、谷之助さん、鷹之助さん、そして九段次さんです。ストーリー的には芝翫さんの竹平が梅玉さんの義経たちを成敗しようとする。そこに鎌倉権五郎景政の團十郎さんがしばらくと言って登場する。そしてこ
この亡くなっていた雷丸もまさに刀剣乱舞にも出てきた右近さん小金丸をしていますが、見つけて届けるということで、この宝の2品を返して義経一行は花道を去っていく。そしてきょとんとするこの竹平士官さんと、そして6人になったこの原田氏たちを置いて、團十郎さんの鎌倉権五郎景政悠々と花道をドスンドスンドスンと帰っていくという話でした。途中つらねと言いますけども、役者が好きなように語れる場面があります。そこ、今回襲名披露ということで、この360年続いた三升の門、そして音羽屋の襲名、ますます達者な七代目という菊五郎さんの話もして、歌舞伎をごひいきにしてくだされと團十郎さん言っていました。そして悪者たちに悪くすると夢島の万博へ放り込むぞと言って城内から受けていました。あと特徴的なのは、ナマズ坊主で鴈治郎さんが、笑いを取る役で出てきてます。そして女七まずの照葉という役で、寂右衛門さんが、これは潜入している女スパイの役で出てきます。まさに荒ごとここにありというしばらくでした。ぜひ生の團十郎さんを舞台で見てください。あなたの運も良くなります。第1位、栄えある第1位は菅原伝授手習い鏡寺子屋です。今菅原伝授手習い鏡の寺子屋が終わりました。いやー、悲しい物語ですね。周りすすり泣き聞こえました。私もほろりとしました。お子さんのいる方だったらほろりとしてしまうんではないでしょうか。去年の3月に歌舞伎座でやっています。でしかもほとんどキャストが同じです。松尾丸の、菊五郎さん、去年は菊之助さんでした。そして武部源蔵の愛之助さん、そして千代の時蔵さん同じです。ということで、本当に、体に染みついているという素晴らしいこの3名の演技でした。いや特にこの松尾丸の女房役やる千代、いや時蔵さんが良かったですね。今回特に寺入りというこの松尾丸とこの千代の息子の小太郎が武部源蔵の愛之助さんの寺子屋に入るところから来ます。あらすじ的にこの武部源蔵が菅少将の息子の菅秀才をかくまっている。それを藤原の紙幣が差し出せと言ってくる。でも義理があるんで、守りたい。で実はその身代わりに松尾丸とこの千代のこの小太郎を差し出す。でこの首実験をする松尾丸、なぜか自分のこの首だけどもこれは菅秀才だと言って認めてしまう。そして最後に分かるのが、実は松尾丸、この親が仕える菅少将を裏切ったことをきちんと義理として返すために自分の息子を差し出したんだということが分かるというあらすじです。
その犠牲になる小太郎を連れてくる千代の時蔵さん、そしてその2人のこの別れ、寺子屋に自分の息子の小太郎を置いていく。なぜか小太郎が何度も何度も母親に甘えようとする。母親も戦争を忘れたふりをして甘えさせる。そこからこのあらすじを知って見ていると心がうるっとします。1時間31分の物語なんで、少し途中長いなと思わせるとこありますけども、最後まで見てください。やはり盛り上がるのは松王丸とこの藤原紙幣の命を受けてきた春藤玄馬、万太郎さんやってます。が秀才の首を出せというぐわっと武部源蔵の愛之助さんがこの寺子屋の奥で子供を切った音がする。はっとして武部源蔵の女房元波を寂右衛門さんがやってますけども、寂右衛門さんがそっちに引っ掛けるのを無礼者めと言って松王丸の菊五郎さんが止める。この無礼者めと言って止めるとこ、これはいろんな家によって型があるそうです。今日は型でこの砺波を止めて刀をドーンという音をさせるという菊五郎さんの演技でした。その後首実験の間も自分の子が実は殺されてここに首があるというのが松王丸眼前で自分の子供を見てますから、時々目頭を押さえる、そういうとこもきちんと見てください。そして玄馬が首を持っていた後、最後に千代が来る。そして松王丸が来る。千代は自分の子はどこだという武部源蔵の愛之助答えられない。そして千代に切りかかろうとする。すごいシーンです。子供だけじゃなくてその親を切ろうとする。でも切ろうとして最後に千代の時蔵さん、実は語ります。立派に身代わりになったでしょうかと。はっと武部源蔵はっとする。なんで知ってるんだ。すごいシーンですね。そしてその後松王丸が最後を聞かせてくれと武部源蔵が最後を語る。笑ったか、笑いましたというところ、いや子供が自分の親の忠義のために首を差し出す、すごいストーリーですね。ということで、去年歌舞伎座でやったこの寺子屋をさらに進化させてこの襲名披露でやりました。愛之助さん見ていると NHK 大河の鱗形屋の旦那を思い出します。鱗形屋の旦那も、本の海賊版を作って、なかなか厳しい立場に立ったり、かっこいい役じゃなくてこの人生の辛い役、愛之助さん、怪我をされた後、そういう人生の味わいのある役も似合ってきたと思います。そして菊五郎さん、最後にこの悲しみと迫力、この義理の狭間で揺れる心を見せました。そして時蔵さん、この儚い母親の役うまいという心にしみ入る寺子屋でした。ぜひ皆さんいいねやチャンネル登録をよろしくお願いします。今回の私のランキングですけども、本当に100点満点でいつもつけてるんですけども、その中で1点とか 0.5 点差とかもう本当に僅差でした。私のランキングに異論反論皆さんいろいろあるでしょう。ぜひコメント欄にお書きください。ぜひ皆さんの感想や皆さんどれが一番良かったか、皆さんのランキングをお寄せください。 LINE 公式で週一度皆さんに情報をお届けしてます。登録してくださると
毎週月曜日にその週の歌舞伎を中心とする伝統芸能のいろんな情報、テレビで見える無料の情報もお届けします。ぜひ私の LINE 公式にご登録ください。あと歌舞伎を支える人たち、演者たちということで、6月19日に木曜日の14時から世田谷文学館で、今月は常磐和英太夫さんの講演会をします。役者と演者の内緒事ということで、役者を支える演者の裏話が聞けます。今月も、実は清本で右近さんが出てました。右近さんたまにちらっと役者の方を見るんですよね。そういうどういうタイミングでどういう心の通い合わせ方でやってるのか分かると思います。おすすめです。いや今月本当に襲名披露でどれもレベルが高い。そして菅原伝授手習い鏡、今日は車引きと寺子屋がありましたけども、9月に菅原伝授手習い鏡の投資もありますので、その予習になります。楽しみです。それではまた歌舞伎座でお会いしましょう。それではまた。歌舞伎 YouTuber の電脳ワーフでした。